ホテルポ。今回やってきたのは成田空港の Z カウンター。こちらのカウンターは ANA スイートチェックインといい、 ANA の国際線ファーストクラス利用者または ANA ダイヤモンドメンバー専用のエントランスなんです。今回はフライングホヌのファーストクラスに乗ってハワイへ行ってきます。早速行ってみましょう。 Z カウンターの中はこんな感じ。落ち着いた空間でチェックインすることができます。こちらを出るとすぐ隣が保安検査場です。保安検査と出国手続きを済ませたのでラウンジへ向かいます。こちらの動画では ANA スイートラウンジを紹介していきますが、成田空港内の他のラウンジを紹介した動画もありますので、ぜひこちらもご覧ください。こちらは ANA ラウンジと ANA スイートラウンジのエントランス。ラウンジ内はシックな雰囲気の内装となっています。利用者も少ないためゆっくりと過ごすことができました。ソファー席がたくさん並んでおり、窓から飛行機を眺めることができました。ラウンジ内にはマッサージチェアや個室もありました。こちらにはお酒飲み本が展示されています。機内で提供されているものも展示されており、ラウンジ内で飲めるのはこの中の一部です。お料理を見ていきましょう。パンが3種類、バゲットショコラは数量限定です。おにぎり2種類といなり寿司、サラダ用のクルトンやフライドオニオン。続いて冷菜を見ていきましょう。サラダ、チーズ、ビーツのフムス、鴨のスモークとオレンジのサラダ仕立て、雑穀と豆のサラダ、濃厚なかぼちゃのクリーム、栗羊羹、パンプキンケーキ、ミルクチョコブラウニー、サンドイッチ、アミューズが3種類ありました。シリアルは2種類。飴、クラッカー、スナックミックス、ANA オリジナル黒糖風味米菓子、マドレーヌ、ANA オリジナルショコラ、ピエール・エルメのチョコレートもあります。冷蔵庫にはアルコール、牛乳、トマトジュースが入っていました。お水、ビールはプレミアムモルツです。こちらにはウイスキーや焼酎が並んでいます。緑茶、ほうじ茶、紅茶は種類が豊富です。
コーヒーはタリーズでした。ソフトドリンクのサーバーもあります。ハーゲンダッツのアイスクリームはバニラとストロベリーの2種類です。こちらのラウンジではテーブルにある QR コードを読み込むとホットメニューを注文することができました。お料理はこちらのカウンターで受け取ります。私がいただいたのはこちら。ビールとともにいただきました。こちらは握り寿司5貫です。アレンジでイクラ5貫にしていただきました。こちらのラウンジではシャワールームを利用することもできます。ラウンジ入り口付近にある端末で予約します。この時は34名待ち。160から200分の待ち時間とありますが、実際は1時間ほどで順番が来ました。こちらがシャワールーム。清掃が行き届いていて綺麗です。カゴにはタオル、スリッパ、歯ブラシ、ヘアブラシ、コットンと綿棒があります。こちらはダイソンのヘアドライヤー。メイク落とし、化粧水、乳液は石器製です。洗面台の隣にトイレがあります。バスアメニティはミキモトです。洗面台の下にはバゲージラックと椅子がありました。この時はラウンジから搭乗ゲートまで距離があり、10分ほどかけて移動しました。それでは登場しましょう。意気揚々と飛行機へ向かいましたが、まさかの抜き打ちセキュリティチェックに当たってしまいました。ファースト、ビジネス、プレミアムエコノミーは直接2階へ搭乗できます。今回の機体はハワイの海をイメージしたエメラルドグリーンのカイ君です。私が利用したのは中央部分にある 1G の座席です。それでは座席をチェックしていきましょう。ファーストクラスだけに本当に広いお席です。座席には枕やブランケットが置かれています。座席の前面にはスリッパ、パジャマ、カーディガンが置かれています。テーブルの上にはアメニティのポーチ、お水、ヘッドフォンがありました。サイドには収納が2つあります。こちらのボタンで座席やライトを操作します。
この黒いボタンを押すと大きな鏡が出てきました。クローゼットまでついています。コンセント1口と USB のポートが2口ありました。こちらは機内エンターテイメントのリモコン。モニターは32インチです。映画、音楽、ビデオ、機内販売のカタログを見ることができます。中央の座席のパーティションは可動式なので、家族や友達と隣り合っているときはパーティションを下げて利用できます。こちらはアメニティのエッティンガーのポーチ。英国王室御用達のブランドです。往路は紫色でした。ポーチの中に入っていたのはこちら。繊細のスキンケア、エコバッグ、エッティンガーのカードケースです。こちらはカーディガン。お持ち帰り禁止です。ブランケットはテネリータ。非常に優しい肌触りです。こちらもお持ち帰り禁止です。ヘッドフォンはソニーのノイズキャンセリングヘッドフォン。世界最高クラスのノイキャン性能を誇ります。当然お持ち帰り禁止です。こちらは選べるアメニティ。私は耳栓、アイマスク、リップクリーム、アロマをいただきました。他にマスクや歯ブラシもありました。続いてトイレを見ていきましょう。飛行機の中とは思えない広さです。こちらは着替え用の台。金具を引っ張って使用します。トイレはウォシュレット付きです。洗面台にはマウスウォッシュ、フェイス&ボディシート、歯ブラシがあります。こちらはパジャマ。お持ち帰り可能なのでハワイのホテルでも着用していました。脱いだお洋服は CA さんがきれいに整えてハンガーにかけてくれました。落ち着いたところでウェルカムドリンクのシャンパンをいただきました。星空の壁紙と虹色の照明が気分を高めてくれます。離陸してからおよそ30分後、機内食のメニューを受け取りました。アルコールは日本酒、焼酎、シャンパン、ワインなど種類は豊富で高価なものが用意されていました。
食事は和食と洋食から選択できます。私は洋食を選びました。飲み物はクリュック。誰もが知る高級シャンパンです。まずはアミューズ。マッシュルームのソテーポルチーニソース、タコのほうじ茶に海藻ゼリー、ポークリエットの芽キャベツ包み、パイスティックです。次にいただいたのはアペタイザー。サーモンのフリボリテ風オマールコンソメと赤キヌアサラダ、キャビア添えです。なんとキャビアは1瓶いただきました。最高です。そしてメインディッシュは和牛フィレ肉のグリル、栗のパンケーキとマデイラソース添えです。お肉の上にはフォアグラも乗っています。残念ながらお腹がいっぱいでパンとデザートは食べられませんでした。相方は和食をチョイスしたのでこちらもご紹介します。こちらは前菜と先漬け。奥にあるのが先漬けのホッキ貝と松茸の浸しです。こちらは炊き合わせ、小鉢、主菜です。主菜は和牛サーロイン吉野煮ときのこいろいろでした。そして最後に甘味の丹波みくまりいわしずくです。食事が終わると CA さんが座席をフルフラットにしてベッドを用意してくれました。飛行時間が短いとはいえ横になれると疲れの取れ方が違います。到着1時間前に軽食をいただきました。私がいただいたのはフルーツと茅乃舎の野菜スープ。スープが酷使した胃に染み渡りました。相方は鮭磯のり茶漬けをオーダーしました。日本から7時間30分、ホノルルに到着しました。飛行機を降りると入国審査場まで結構な距離を歩かなければならないのですが、この時は運よくシャトルバスを利用することができました。フライングホヌのファーストクラスいかがでしたか？人生初のファーストクラスは最高でした。設備もお食事も飛行機の中とは思えないくらいハイレベルなものでしたし、 CA さんのホスピタリティが素晴らしかったです。おかげで快適な空の旅を楽しむことができました。最後に今回の旅費ですが、フライングホヌファーストクラス往復で1人当たり約60万円でした。航空券だけでこの金額はなかなか。というわけで私はマイルを使って予約しました。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。